こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、カラフルなイラストですよね。エミリーさんの作品でタイトルはないですね。Hi, my name is just Emily. My work doesn't have a name, but I feel like it's somehow spending some free time in 3 p.m. It's purely my original work and character, so there's nothing to worry about. There's word limit I will write in comments. I want to make it warm, but it's too orangish now. And no matter what I do, it feels incomplete. The character has pink skin, not normal skin color. I have no idea how to paint clothes. And the image, shadows, looks shattered, not like a whole piece. Thank you so much. はい、ということで添削のご応募ありがとうございます。オレンジすぎるっていうのが気になっているところと、あと布がうまく描けない。あと影がね、シャタードすぎるっていう。シャタードってこういう時に使うんですね。バラバラに見えてまとまりがないっていうことを気にされているんですね。Yeah, that makes sense. I've been there.はい、僕が思うにですね、オレンジすぎるっていうところはそこまで気にならないっていうか、むしろね、そういう色使いにしていると思うので、色使いはね、むしろこのままがいいです。あと、影がバラバラに見えるっていうのは、確かにこれはそうなんですが、これについては明確な解決方法がありますね。この作品についてはすごくね、細かい工夫ですごくよくできるポイントがあると思うので、原作を通してそのあたりをね、解説していこうと思います。この動画を見ていただければ、細かい工夫でどのように見栄えを上げていけばいいのか知っていただけて、ご自分のイラストの見た目をググッと改善するためのヒントにしていただけると思います。So, let's get started! はい、すいません。ちょっとね、英語の質問だったので、英語を使ってみました。はい、普通に行きます。まずですね、僕が気になっているのは、顔のね、傾きかな。もうちょっと傾けた方が、体重をこう、机にグッと乗っけている感じになって、机につんのめっているような感じが出る気がしています。はい、やってみます。はい、ちょっとね、顔を傾けました。あとこの子って結構ね、ちっちゃい子なのかなって思うんですが、それを強調したいっていうのと、あとね、顔周りにもうちょっとディティールが欲しいなと思うので、こういうことしてあげてもいいかもしれません。やってみます。はい、大きめのメガネをつけてあげました。大きめのメガネをつけてあげることで、この子の顔の小ささを強調できて、また子供なんだなっていうことも表現できますし、メガネをこう傾けてあげることでね、さっきも言ったように、より体重を前に預けて、姿勢がね、崩れていることも表現できると思います。あと、それと同時にね、書き物に夢中になりすぎているっていうことも、同時に表現できると思うので、結構ね、このメガネ一つだけでも、いろいろと改善できるポイントが生まれます。あとね、この辺りに密度が生まれて、見どころが増えるっていうのも良いですね。ちょっとね、メガネ描くっていうのは少しこうしんどいというか、めんどくさそうに見えるかもしれませんが、絵的な見栄えをアップさせるためにはかなり使えるテクニックだと思います。覚えておいてください。あとですね、この向かって左側の手なんですが、顔に近づけているのはものすごくいいことなんですが、指自体がね、ちょっとこう髪の毛に隠れてしまって、なんかね、こうぼんやりしちゃってるんですよね。描くのがめんどくさそうだからって、こんな風にね、ちょっとこうごまかしてしまうと、最終的な見た目で損してしまうことがあります。描くのがね、ちょっと面倒だなって思うものって、要するにね、描くのが面倒なほど密度があるっていうことなので、描くのが面倒なものほどですね、目立つところに配置して、ちゃんとね、見せてあげた方がググッと見た目が良くなると思います。はい、これをね、顔に近づけてあげましょう。やってみます。はい、こんな感じ。手自体もね、ちょっと小さすぎるかなと思ったので、もう少しだけ大きくしてあげました。あとね、この着ているセーターなんですが、これがね、影をシャタードにしている原因の一つですかね。具体的に言うと、この辺のですね、明るい部分に対して、結構ね、濃い影が細かく入っているので、これがですね、なんかバラバラした印象につながっているんじゃないかと思います。ちょっとね、思い切ってこんな風にしてあげてもいいかと思います。やってみます。
はい、こんな感じですね。一番変えたのは、ここにですね、広い光の面を作ってあげて、影の面はこっから外側で、光の面はもうここっていう風にね、光の面積をはっきりとこう分けちゃったことです。こんな風にある程度まとまった面積で光影まとめてあげることで、影がこうチリチリになってまとまりがないなという印象を払拭することができると思います。あとちょっとこれは遊びなんですが、こんな風にですね、同じ色でも袖の部分とそれ以外の部分、質感を変えてあげても面白いと思います。このね、袖の部分はゴムがついていて、それ以外の部分はケバケバしたファーになっているみたいにしても質感を違えられて面白いのではないでしょうか。はい、ちょっとね変形をかけたので、このね顎の部分、足りない部分を補っていきますね。はい、顔の下の部分少し描き足しました。あとですね、目の影とかがちょっと不自然な感じがするので、もう少しだけ自然になるように修正してみます。はい、こんな感じ。特にですね、この目の影なんですが、これはですね、狙い通りなのかな。結構ですね、添削前はこのラインで、ちょっとね、影が揃いすぎていて、これね、普通の紙から落ちてる影っていうよりも、記号的にね、じとめっていうか、少しね、こうネガティブなニュアンスを表現する時の役割も果たしてしまうので、それが意図的なものであれば全然そのままでいいんですが、もう少しだけね、自然な感じにしたいというのであれば、影がね、ここで揃っているっていうのを少しね、和らげてあげてもいいかもしれません。これはね、ご自分でやりたい方向を選んでみてくださいね。あとね、今回のポイントとして挙げたいのが、物と物との重なりです。例えばですね、そうですね、ここにね、カップがありますよね。コーヒーカップ。これが手前にあるんですが、このコーヒーはどことも重なってませんよね。あえて言えば腕とちょっと重なってるかなっていうぐらい。でもね、ほぼ独立していると思います。それがね、エミリーさんが気にされているシャタードな印象につながっていると思うんです。カップをね、もう少しだけ大きくして、物と物とが重なるようにしてみましょう。はい、こんな感じ。カップをね、少しだけ大きくしても、ちょっと重なりが弱いですね。どうしようかなって見たところ、このノートももう少しだけ大きくしてあげても自然かもしれません。はい、やってみましょうか。はい、これによってね、カップとの重なりが強くなりましたね。はい、あとですね、さっきちょっとこうしれっと追加したんですが、このカップに持ち手をくっつけることによっても、ここに重なりが生まれて統一感がぐっと高まると思います。バラバラな印象を払拭して画面に統一感を生み出したい時には、物と物とを重ねられないか、これがね結構大事な視点になると思います。なんかバラバラだなと思ったら、どこかとどこか重ならないかなで眺めてみてください。こういう視点がね1個増えるだけでもすごくね、絵の見方変わるでしょう。面白いですよね。さて、それではですね、これは特に重なりとは関係ないんですが、コーヒーカップがあったらどうしてもね、中にコーヒー入れたくなるのは僕だけでしょうか。はい、中に何もないとね、ちょっと寂しいですよね。はい、コーヒー書いてあげましょう。あとですね、このカップ自体の色なんですが、結構くすんでしまっていて、この辺りの色がなんか寂しいかなと思うので、もう少しだけね、鮮やかさを追加してもいいと思います。例えばこんな感じ。はい、こんな感じですね。エミリーさんの指揮感の素晴らしいところは、こういうカップのところもそうなんですが、これね、ところどころ全く違う色を入れ込んで、静かな色彩の中にさりげない賑わいを表現している部分です。これがあるおかげでね、画面全体はすごく静かな構成なのに、見ている人がなんだかワクワクしてしまいそうな、そういう効果を持たせられることができていますね。これはね、本当に素晴らしいと思います。I'm obsessed with your colors。はい、あとですね、この辺りのサイドが低いのは全然いいと思うんですが、机全体的にねくすんでしまっているので、部分的にもね光が当たって鮮やかになっている部分があってもいいのではないかと思いました。少し直してみましょう。
はい、こんな感じ。さあ、今回は結構細かく添削しています。それだけレベルが高いっていう添削ってことですね。あんまりね、こうガッと変えなきゃいけない部分がないです。ただ、こういう細かい添削ほど、実は本当に必要な添削ですよね。自分の絵をね、ガラッと書き換える場面なんて、完成した作品にはあんまり現実的ではないと思うんですが、部分こうやった方がクオリティが上がるっていうことは少なくありません。この動画からね、そういうステップアップポイント、たくさん吸収してくださいね。そして逆側の鉛筆を持っている方の手なんですが、こっちもね、もう少しだけノートに近づけて、ペン先がノートにくっついていた方が、物と物とが設置している部分を書くことができて、かなりね、見栄えアップに貢献すると思います。さあ、本当でしょうか？はい、こんな感じです。ちょっとしたことなんですけどね、結構物と物とがくっついている部分、設置している部分を描くのは結構ね、重要なんですね。さあ、手の角度が変わったので、奥の腕も修正してみましょう。はい、こんな感じ。奥の腕についてはね、ちょっと正直どうなってるのかわからなかったので、ここについてはね、若干形を整理してあげました。髪の毛でね、全部隠れちゃってるっていう感じに描きたかったのかもしれませんが、それだとね、あまりにも形が想像できなくなっちゃうので、髪の毛で隠れている部分は部分に留めて、少なくともね、腕の部分は見せてあげた方がわかりやすいですね。そしてさっきも言ったように、光の面と影の面、ここもね、しっかり分けてあげると、統一感がアップすることにつながります。あとはですね、これはおまけみたいなものなんですが、髪の毛をもう少しだけね、ボサボサくるくるしてあげても面白いかなと思います。やってみます。はい、何かに熱中している女の子を表現することでもあり、シルエットに面白みを追加する意味合いでもあるんですが、こんな風に少しね、こうボサボサした毛を追加してあげるのもいいかなと思いました。あとですね、これも若干重なりを作るっていう意味でもあるんですが、この目のあたりとか、あとはね、この袖にかかっている髪の毛、これもね、若干追加してもいいかもしれません。そうです。細かいですがね、こういう重なりを作ってあげることは絵の統一感を上げるにはすごく重要です。あとですね、この白い線何なんですかね、これ。鉛筆に線がついているっていうのはちょっと変ですし、なんかこう煙というか雰囲気的なものなんでしょうかね。ちょっとね、配置直してみます。はい、あとですね、コーヒーに湯気も書き足しましょうか。こうです。それとですね、最後によく見るとここにリボンついてるんですが、このね、リボンのシルエットが髪の毛のシルエットに埋もれてしまうとちょっとね、気づきづらいので、これもね、もう少し角を出してあげるといいですね。こんな風に。はい、といったところで今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ものすごく細かい添削の連続だったと思うんですが、こうしてみるとね、かなりこう見た目に影響を及ぼすのがわかるでしょう。特にこの物と物との重なりによって統一感がね、すごく生まれた感じがわかると思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はかなりレベルが高い添削の細かい部分の修正の連続だったんですが、ポイントとしては今も言いました、物と物との重なりを意識して
統一感を上げよう、ここを軸にですねお伝えしてきました。もしねなんかバラバラした印象になってしまったな、統一感もっと上げたいなって思ったら、物と物とを重ねる、設置を書く、これをねぜひ意識してみてくださいね。きっとあなたの絵を1段階レベルアップすることができると思います。それと今回質問の中で布が描けない、シワが描けないっていうお悩みもあったんですが、ごめんなさい、それについてはねちょっと答えてないですよね。その部分が気になったらこちらの動画、完全版イラストを立体的に魅力的に仕上げる描き方をご覧ください。シワの描き方について詳しく解説しています。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ、準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。